こんにちは、木之内です。今回の間取り添削は、K さんからご応募いただいた作品です。東京都の郊外の住宅地ですが、自然保護地区に指定された森に面している絶好のロケーションです。昨年末にこの土地を購入されてから、間取りのことで頭がいっぱいとのことです。概要については、建築場所は東京都です。ご応募いただいたのは K さん、40代の方です。家族構成はご夫妻と小さい子供さんが2人。ご主人はキャンプやバイク、DIY。奥様は料理がご趣味ということです。駐車台数はランドクルーザーなど大型1台と小型車1台を購入予定で、大型バイク1台、中型バイク1台、自転車4台をお持ちです。用途地域は大種低層住居専用地域で、建蔽率が 40%、容積率 80%、外壁交代はなし。道路は南側に幅 4.5 メートルということです。今回 K さんが考えられたのがこの間取りです。とても綺麗な図面で、最初見た時はプロが描いた図面かと思いました。壁や窓の描き方とか、家具や木の表現も完全に CAD で描いた図面に見えます。もちろん K さんが描いた図面ですが、ウェブ上のフリーのソフトで描かれたそうです。マイホームクラウドというホームページにある簡単マイホーム作りのページに行くと、クラウド上でこのような図面が描けて保存もできるようです。説明欄に URL を貼っておきます。3D ボタンを押すとこんな CG もできるようです。その上立体空間上を歩けるようにもなるということです。iPhone でも使えるということで、技術の発展はすごいですね。大変有益な情報をありがとうございました。こういう専用のソフトは便利ですが、反面融通が利かないところもあるんだと思いますが、最初の取っかかりとしては良いのではないでしょうか。ハウスメーカーのような図面が描けますので、ご興味がある方はトライしてください。それでは間取りに戻って見ていきたいと思います。まず敷地の環境は閑静な住宅地で、敷地の北側に用水路、東側に自然保護地区に指定された森があります。K さんの間取り図の周辺環境を書き込むとこんな風になります。画面に収めるために90度回転させていますので、方位は左側が北になります。この道路はここで行き止まりですが、近隣の人はここを通行して、この橋を渡って北側の街区と行き来するようです。それとこの森は冬になると落葉して丸裸になるので、家が丸見えになってしまうのが悩みとのことですので、広葉樹が多いんですね。ということは、おそらく以前から地域に自生している植物で、そうなるとますます貴重な森ではないでしょうか。10メートル優に超える大木が100メートル以上も続いています。そのような緑豊かなロケーションの中、K さんはこのような間取りを考えられました。敷地の西側からアプローチします。この上に屋根がかかっていて、車とバイクを止めます。ホテルの車寄せのようなイメージでしょうか。建物はこの部分で、ここは塀に囲まれた屋外です。ここから玄関に入ります。玄関の左右に土間がありますが、こちらの土間はいわゆるシューズクロークで、もう一つの土間は趣味のキャンプやバイク用品の収納場所です。玄関から上がると正面に階段があります。その横に手洗いとトイレです。ここから LDK に入ります。南側からリビング、ダイニング、キッチンと並んでいます。リビングの南側には囲まれた庭があって、リビングから直接出られるデッキテラスと自転車バイク置き場です。庭に面してリビングを広げてフリースペースを設けておられます。東側の緑地に面してダイニング、キッチンと続き、キッチンからは先ほどの土間につながります。階段を中心にぐるぐると回れて面白い動線です。この階段から2階へ上がります。2階は階段上がった西側に子供室が2部屋、北側に水回り、トイレ、洗面、浴室です。南側に寝室、ウォークインクローゼットで、寝室の手前は書斎スペースのようです。そして東側の森に面してデッキを大きく張り出しています。こうして張り出すことによって視線を遮ることもできますし、デッキチェアに座っていると森の中にいるように感じられると思います。森の中から差してくる朝日を浴びることができる寝室も素敵です。間取りの考え方についてこのようにまとめていただきました。家の前から東の緑地を抜けて北側の端まで通行できるようになっており、窓の位置や視線が気になってますが、なるべくカーテンが必要のない家が希望です。1階にリビングを設けることで、庭との出入りや雨に濡れずに車との出入りがしやすい玄関を設けたいです。
少し大きめな家の設計になってしまいましたが、生活に合わせて間取りを少し変更できるなど、1階リビング部には6畳前後の客間空間を設けて、子供の遊び場や来客両親の泊まれる場所、老後の寝室としても活用できるスペースを設けてみました。2階子供部屋はもう少し小さくても良いかもしれませんが、作り付け収納などを設けずに成長に合わせて自分たちで工夫しながら模様替えができるようにと考えています。家づくりに至った経緯も教えていただきました。現在23区内の 1LDK マンションに住んでおり、家も狭いため子供が生まれるきっかけで土地を探し始めました。郊外になりますが、森の中で暮らせるような緑地に近接した土地を2年ほど前から探し始めて、現在の土地に行き当たりました。今まで車を一度も所有せずに貯めてきた貯金をこれからの家族と人生に費やしていきたく、ファミリーでキャンプが楽しめるように車も購入したいと思っています。レンタカーも予約が取りづらくなってきていますし、子供がいると自家用車が必要と感じています。イメージしている暮らしとして、冬は子育てと老後も楽に暮らせ、冬は暖かく夏は涼しい家が理想で、南側の光をうまくコントロールできる家を望んでいます。南側の庭はウッドデッキなどを作って、季節によってはここで食事をしたり、プールなどを膨らませて子供たちと遊びたいです。ズボラな性格なため、北側の庭は雑多な感じで、手入れしなくても維持できるように多用途に使えると良いと考えています。DIY や焚き火、テント遊び、テントのメンテナンスなど、東側の緑地が見える2階の寝室と風呂がこだわりたいポイントです。キャンプ用品やバイク用品の積み下ろしがしやすいように、北側に土間スペースを設けました。以上、素人が考えた間取りですが、総2階でシンプルな構造の建物と緑地を生かした設計ができれば幸いです。とお送りいただきました。もう一度 K さんが描いた間取りを見ていただきますと、プロが描いたのかと思ったのは図面が綺麗なだけではなく、間取りもとてもよく考えられているからです。そう感じたのが、まずこの敷地の一番の魅力である森に面して LDK を配置したところです。それだけではなく、森が東側なので、より日の光を取り入れることができるように、南側を庭として、さらに南に面する部屋を広げるために、子供の遊び場や客間などに使えるフリースペースを設けています。この部分はただの自転車置き場というよりも、趣味スペースに近いものかと思います。それに2階の張り出したデッキの考え方も見事です。よく整理されていてそのままでもいいプランですが、少し気になるところが2つあります。一つは K さんも懸念されているのですが、東側の緑地を人が通行できるようになっている点です。窓の位置や視線が気になっていますが、なるべくカーテンが必要のない家が希望です。と言われているように、通行する人の視線を遮るようにしたいところです。どのようにするとプライバシーを守りながら、存分に緑を眺めることができるのか、後ほど窓の断面を検討してみたいと思います。もう一つは、この駐車スペースとアプローチをどこまでオープンにするかという点です。何も書かれていないので、ゲート的なものは考えられていないのかもしれませんが、すべてオープンとするのは防犯やプライバシーを守る点からも少し心配です。クローズするための仕切りを設けるとすれば、将来的に車が2台になって縦列駐車になるので、その前か後ろで仕切ることになります。後ろの場合、この辺りに仕切りを設けるとなると、格子なので光を取り入れながら緑を見せるようにして一部灯を設けます。ただこの位置では北側の庭だけをクローズすることになります。車の前で仕切るとなると、この辺りにパイプシャッターなどを設けることになります。ここは人の出入りもありますので、シャッターと別に扉も必要です。車路は少し狭くなりますので、どこまでオープンにするかは一度検討してみてください。2階の子供室が飛び出しているのもできないことはなさそうですが、構造的にはすっきりしない感じです。可能なら壁の位置を揃えたいところです。それでは東側の窓の断面を検討してみましょう。リビングと森の関係はこのような断面になると思います。この森の敷地に近いところを人が通行するので、ここは道路に面するのと同じような対策が必要だと思います。窓の前にルーバーなどをつけて対策するのは難しいので、境界線上に生垣を植えるか塀を設けるしかないのではないでしょうか。高さ2メートルの塀があれば通行する人から家を見ても窓際に立った時に頭がちらっと見える程度になります。ただそうなると中から外を見る際も遮られることになります。
リビングのソファーから森が見える角度はこれぐらいになります。悪くないのかもしれませんが、せっかく緑地に面しているので、もっと緑を眺めたい気がします。それもできればうっそうとした森の幹の部分だけではなく、もっと明るい上の枝や葉の部分を眺めることができたらと思います。2階のデッキも視界を遮っているのですが、このデッキを引っ込めるだけでは効果が少ないので、思い切ってリビングを吹き抜けにするというのはいかがでしょうか。そうすると一気に視界が広がります。それに加えて吹き抜けの南側にも窓を設けると、ダイニングまで日の光が届きます。ただ吹き抜けの分だけ2階が小さくなります。それについては全体に西側の駐車スペースの上部までずらしてやるといいのではないでしょうか。1階と2階が中途半端にずれている問題も解消します。平面的にもほぼそのまま西側に移動できますが、階段をそのままとすると書斎だけは移動しないといけません。浴室の前には当初の計画通り深いデッキを設けて視線を遮ります。ただし寝室の前のデッキはなくなって吹き抜けを介して緑を望むことになります。こうすると書かれた間取りを大きく変えることなく森の緑を十分に眺めることができるようになりますので、よろしければ参考にしてください。気になる点をもう一つ言えば、北側の庭については割り切って手を入れずにということですが、少しもったいない気もします。今のプランも悪くないのですが、参考のために庭をもう少し利用したプランも検討してみたいと思います。それとちょっと森に近すぎる気がしますので、建物をもう少し森から離してみます。総2階というのは少し崩すことになると思います。
はできましたので見てください。この部分が2階建てで、この部分は平屋です。ここに壁を設けて庭への視線を遮って、その前をアプローチとします。そしてこの中心の庭には香木を植えることによって隣接する森の緑を敷地の中まで引き込みたいと思います。借景するだけではなく森を敷地内まで広げてやると南側にも森ができるので眺めと日当たりの両方を得ることができるようになります。この大きさで建蔽率はいっぱいですので駐車スペースに大きく屋根をかけるという構想は実現できていませんが屋根のかかったアプローチから雨に濡れずに車のハッチバックから荷物を積み下ろしすることはできます。バイクと自転車の出入り口はこちらです。バイク2台と自転車4台を止めます。趣味のバイクと自転車ですので室内としました。人は森の手前まで進んでこちらからアプローチします。ここから軒下になっていてこの玄関扉から室内に入ります。土間が奥まで続いていますがお客さんはここで靴を脱いで上がってご家族はこのシューズクロークから上がります。さらに奥の土間はキャンプやバイク用品をずらっと並んだこの棚に収納します。玄関の近くに手洗い機とトイレ、階段を設けます。ここへは玄関からとキッチン側からと行き来できます。玄関ホールから入るとダイニングとキッチンです。お料理が趣味ということですので収納もたっぷりと設けています。キッチンの北側がサービス宿でゴミ箱を置いて収集日には勝手口から持ち出します。そして正面の壁まで進んで右に折れるとリビングです。ここは南側の庭に面する家の中で一番いい場所です。日当たりは十分ですがさらに東側の森側にも天井を高くしてテレビの上部をハイサイドライトとします。この窓からは明るい森の緑と空を眺めることができます。平面図に戻ってリビングからは東の森の緑と庭に植えた香木を眺めることができますのでこのリビングはまるで森の中にいるような空間となるのではないでしょうか。そしてリビングの背部にフリースペースを設けます。デッキテラスはダイニングとリビングから出ることができるこの位置に設けます。やはり塀は2メートル程度とします。そうするとこの庭はほぼ周囲から見られることはありませんのでプールや食事など気兼ねなくアウトドアの生活を楽しめます。この階段から2階へ上がります。2階は全室東側の森に向かって窓を設けます。南側に子供室を2部屋、北側に寝室とウォークインクローゼット、そして中央に洗面お風呂です。洗面の奥に物干し用のバルコニーを設けて壁で囲います。お風呂の前のデッキは深くして少し手すり壁を立ち上げれば覗かれる心配はありません。寝室からもデッキにつながります。ここからは庭の香木と背景に森が望めます。最後に道路から見た外観です。道路の一番奥、この森側の塀に沿ってアプローチして正面の壁を左に折れて進みます。このアプローチの部分には屋根がかかっています。アプローチの壁の奥には庭に植えられた香木が見えます。ここは建物と干渉しないので大きく育つ木を植えることができます。そしてその奥に平屋のリビングの屋根が見えています。2階建ての部分は1階がバイク、自転車置き場で2階が子供室です。このようなプランを考えてみましたがいかがでしょうか。非常に魅力的な立地ですし敷地も広いのでいろんな可能性があります。一つの案として参考にしていただければと思います。間取り添削では皆様の書かれた間取りを募集しています。説明欄の要領でぜひお送りください。添削できる数は限られていますがご自分で間取りを書いてみることで考えも整理できますし設計者とのコミュニケーションを取るのにも役立つと思います。今回の K さんの家もご紹介した文面と間取り図をいただいただけでヒアリングも全くありません。それでも書かれた間取りを見せていただくことで考えておられることはおおよそわかる気がします。短い時間ですがある程度ご希望に近づけたんではないでしょうか。今回は以上です。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。